since Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. 母さんがドアを封じてしまう前は。というわけで、セーブはどこからなんだ？ここからでいいのかな？開かないよね、これ。あ、開くんだ。川とか湖なのかと思ってたけど、さっきの描写を見る限りだとやっぱり海なのかな。でも向こう側にすぐに岸が見えるから海じゃないのかな。トイレは全くわからんな。外に出れてはいるけど。 This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly.ここは2階が吹き抜けになってるの。本当に本多いな、ここの家。やたらと古めかしいんだけど、そうなんだよね。テレビとかアンテナとか、ちょっと近代的な装備が結構ある。ただ、古い屋敷に取ってつけたような感じだから、窓のところからケーブル入ってるな。かわいい。I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. おばあちゃんの部屋、私はかなりの時間を過ごした。鳥かごがいっぱいあるな。さっきの部屋での内容を考えると、なんかこの鳥かごも意味深なものに見えてくるんだがな。だってな、結局だっけ、モリーの部屋にあったね、なんかなんて言うんだろう、クラゲのぬいぐるみがあったけど、その後なんか触手の化け物になっていくっていうのだったじゃない。それ考えると、これ鳥を飼ってるけど、これ歴代の鳥たちの肖像画なのかな。ヘビ？あとは大量の毛糸。この辺とかだと普通にインコとかだけど、なんか変わった鳥のが多い。袋。さっきのカゴにはなぜかヘビが書いてあるしな。これ本当に鳥たちのカゴなんだよな。Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. 1週間前だったけど、イディはすでに彼の記念を始めていた。おばあちゃんが、ひいおばあちゃんがこの家にある肖像画とかみんな描いてるのかな。動物たちの肖像画、彼の記念をっていうのもそういうことなのかな。
Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. 大げさな取材を受けたこともあった母さんの短観だった。屋敷の下に住んでいるモグラ男。なんかまた全くわからない謎のファクターが登場しちゃってるけど。I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. 長い間なかった。イーディの2世でエディ、はい。主人公の名前もイーディなのか、イーディスなのかな。ルイスの兄さんが亡くなった年に亡くなってるのか、イーディひいおばあちゃんも。One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. 有名人になった。やっぱりここ島なんだよね。72歳のおばあさんがrescue to evacuate the because of little forest fire. ってなんだっけな。レスキューじゃない、リフューズかこれ。リフューズエバケートフォーズオブ。山火事？小さな山火事。読めねえ。誰か教えてくれ When る Edie と told 嬉しいけど people 誰もい Sven ね was え killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. スウェンがドラゴンに殺されたと言ったけど、連れてきたように見えたけどそう言わなかった。これが入り口の時のお話か。ドラゴンに殺されたひいおじいちゃんのスウェンは表にあったドラゴンのお人形に殺されたか。スウェンの形見なのかな、ヘルメット。本当に謎が多いんだな、この家。何なんだろう。Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. 母さんよりずっと若い感じだった。ほえー。開けられるのかな。普通に開くね。じゃあこっちも調べてからにしようか。Her room was like a museum. 彼女の部屋は博物館みたいな感じがした。まあそうね、ごく最近まで生きていたっていう方だし、ここに飾られてるのも家族の手形とかの歴史なんだろうだきっと。そうだね、ウォルター王子さんにバーバラのこれがモリーのかな。ルース・ミルトン、イーディス、みんなのやつがあるもんね。ここにないやつを探して何かの伏線回収とかできるのかもしれんが、俺の頭の中には今のところ話題に当たった人しかわからん。鳥の絵。この裏はいじれないのか。スウェンとイーディの部屋なのか、スウェンとイーディをかたどった鳥なのか。これはFor 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. から短い有名だった。
切り替えとかはできないのかな。昔こういう感じのおもちゃがあった気がするけど。作りかけなのかな、この刺繍は。確かにあれだね。いろんな人たちの絵を。でも結局その作業を完了しないままに家を出ることになったのか。写真を元にして模写してるのかな、これは。だよね。俺も似顔絵描くときはこの手法だけど。誰だ。機体とかになると急に分かんなくなっちゃうからな。スウェンっていいのか、これ。ビルト1937年スウェンが建てた。そうか、スウェンがそもそもここの家を建てたんだっけか。その時のサインなのかな。なんかもうその辺の作業もあるがままって感じだね。本当に飛び出すように。 The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. それはかなり大きな存在があった。家系図があまりにも、特殊すぎて分からへんな。本当に複雑すぎないか。不運なる一家っていう家族っていうことで、やっぱりここも開かないのかな。ピンクバスルームだけ。これはなんだろうな。薬のボックスか何かかな。T だけ空いてるから火曜日の朝はいいってことなのかな。わからんな。あ、なんかある。セラの秘密、このバスルームのか、スウェンとイーディが作った家族向けの絵本みたいな感じ。 There's a secret in this bathroom. このバスルームには秘密が隠されている。 It's in the last place you would look. それは誰もが普通は考えない場所にある。It isn't in the cupboard. 中にあるわけじゃない。 It's hidden in this book. 隠されているのはこの本の中。またこんなギミックか。いいです。どんどん進むね。Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. スベンはサムに He never put it down. 古いカメラを与えた。サムはそれを肌身離さず使った。ここ写真焼くための暗室か。つっても本当にその暗室すら中途半端に残ってるような感じだよな。なんかやっぱりこれも作業途中みたいな感じだよね。やっぱり昔から鹿は住んでるのか。
ブランコに、まだ奥がある。調べられるものがないのかな。こんな狭っこい空間になるほど、全然わからん。英語弱々だからな。ミルトン？やっぱりミルトンはどうにかこうにかしてこの家の裏側を歩き続けてるとでも言うのかな。なんかもうそっち側からヒュッて椅子出した時にそれ以上いかないようになんかもう示し合わせたかのような位置に紐が張ってあるが、ここは誰の部屋なんだ？なんか無理しか、このヒラヒラしてるやつなんだっけ？これストーブなのかな。どこの部屋にもなんか似たようなのあるけど、学校にあった古いストーブっていうか、海外の映像とかでたまに見かけるけど、フォートサム、フォートカルビン、サムとケルビンだからここの時代の人か。スベンとイーディで、サム、ケビンで、バーバラ、マリーでモリーになるから、これ本当に目悪いからな画面に出てる文字がちゃんと読めねえんだよサムとケルビンは、同い年ぐらいなのかな。ケルビンとバーバラが同じ年ぐらいに亡くなってるのかっていう見方でいいんだよな、これ。サムの方が結構後まで生きてらっしゃる感じか。でもこれ作為的なものなんじゃなくて、2人の部屋だから2色立ててそれぞれの部屋に区切ってあって、この紐はなんかそれぞれのテリトリーの境界線みたいな感じで分けてるのかな。あ、これがサムのカメラか。自分で写真撮るだけじゃなくて、そういうのが好きだったのかな。タバコを吸ってる、まあ結構長い期間生きてた方ですからね。ちょっとした階段になってるけど、自分で撮ったんかな。それとも好きでこういうのも集めてるのか。I knew Grandpa Sam had a twin. そのおじいちゃんに双子の兄弟がいたのは知っていた。やっぱりそうなんだろうね。サムが軍隊が好きで、でカルビンは宇宙が好きだったのか。そうだね、全部天体とか天井の飾りも星だもんね。やっぱりそういう意味合いで分けてあるんだろうかね。
and that he never talked about him. そして誰も彼のことを話さないのもまたそういう系かよ。上に流れていく。なんだこれ。見るからに怪しいって次元じゃねえなこれ。宇宙のおもちゃ何なんだろう。このおもちゃ誰かに似てるとか言われてもさすがにそこまでの特定はできんな。I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. そのあたりの歴史が嫌いだったんだろう。コマンドセンター、指令室か。おう。How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! これはどうなんだ。ハムの日記で同時に。But that day, he finally made up his mind to do it. こういうこと？こういきます？ I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Today he made up his mind to fly, and he did. あれだな、怖がらないと僕は近くてないから。 Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. 私も小さい時全く同じことをしようとしたから。でも子供の頃1回ぐらいは考えるよな。ブランコ一周させるとか。そして彼はそれをやってしまったってことか。After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room.
部屋の半分カルビン側を立ち入り禁止にした。それで紐が張ってあったのか。Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. どこ読めねえ。あったわ。なんて書いてあったか読めなかったけど、おじいちゃんのでさっきのところにつながるのか。でこうか。おお、はあ。どっちだ。上か。あ、来た。レールになってる。とことくむちゃくちゃな作りだな、本当に。誰が作ってるんだ、そもそもこんなギミックを。このギミックの数々を。The passages were a pretty tight fit. 通り道はきつく They'd obviously been built for smaller hands and ローマに bellies. 合わせ作られたのは明らかだ。の割にはなんか酒っぽいのがあるんだが、こっちにいいのかな。Growing up, I always thought of Barbara as a child star. 子役スターというイメージがいつもあった。どっちが順路なのかわからんね。バーバラ・フィンチ。本当に、あ、役者さんなのは本当なんだ。この閉鎖されたような一族において。こっからまた行けるのか。しかもやっぱり誰かが通った後でみたいだよね、この感じ見ると。やっぱりバーバラの部屋もこうやって封鎖されてるのか。これも見れるんだよね、きっと。Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. すごい皮肉な言い方。さっき結局こっちに来ようとして来なかったんだっけか。あ、そうか、だからここは別に誰かの部屋とかじゃないのね。Edie's father Odin built the original もとも house. と家はイーディの父オーディンによって建てられた。ここノルウェーっつってだからやっぱり北欧なんだよな。Whenever people ask me about my family, うちの家族の the ことを first thing they always want to know about is いつも Barbara. 最初に知りたがるのは、聞くときか、バーバラの話だった。マイフレンドビッグフート。一番の著名人だからってことだろうね、普通に考えたら。The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. 10歳の時だった。スエンとイーディの部屋ってことかな。これがさっきいたとこだよね。このおしどり夫婦、他に表現が思い浮かねえがあるし。As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. 借りて入れない部屋があるんだと思っていた。やっぱり自宅がね、そうなるよが基準だからね。さっきここ全部 My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. 一緒の部屋で過ごした。死んだカルビンとっていうのを先に読んでこなかったからね。これさっきこっちの方に字幕がさーっていったのに、
ガンスルーして先に大おじさんの部屋から探索しちゃったからな。なんで大おじさんの部屋解放されたままだったのか。しかしモリーが桁違いのやべえ死に方をしただけであって、カルビン大おじさんはいたって普通のって言い方をしちゃなんだけど、まだ人類に理解できる範囲の Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. 私たちがここを去ったより母さんが反対を封じたに違いない。お母さんは家を出なかったのかな。おばあちゃんとその辺は分からんよね。あ、でもお母さんも一緒に家出てるのか。そこら辺も全然分かんねえっちゃ分かんねえな。まだおう、ピースが全部つながりきってない。ここはやっぱり衣装棚なんだろうけどな。本来の収納、スワンレイク、白鳥の湖か。衣装のアイロン台、これやっぱり劇場とか映画に置いてあるやつかな。ポスターというか、これの時にまあいろいろと賞をもらったっていう感じなのかな。やっぱり代表作的なフィルムのあれとかあるし、お人形とかまで作られてるんだ。本当に大スターだからね。2年の間か。2年の間アメリカが飽きるまでってなんか随分と分かるような分からないような表現だな。すごい皮肉めいたというか、古いタイプライターがある。誕生祝いのパイだと思うんだけど、それを作っている途中で放棄されてる部屋っていう、なんだこれ。本当にどの人の家にもたくさんの本があるから、すごい読書家だったのかね。16歳が亡くなったのは、ビッグフットの時は子役で、亡くなられた時がこのぐらいなのかな。本当に美人さんだね。Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. バーバラの死について多くの話の中でエイディがこれを取っておいてたのには驚いた。まあなんかもうあれだよね。面白おかしく書かれたみたいな。Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when...
Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. そもそもとしてリックが言ったはずなのになんでここまた鍵が開いてるんだ。鍵は元に戻ってるんだか。もうすでに隣のページに倒れてるバーバラが見えるんだが。She found Rick's crutch and imagined the worst. 状況は絶望的に思える。くだらないことやってないで進むか。ちょっと待って、もうなんか血の跡みたいなのがあるんだけど、なんすかこれ。いっか。The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. 家族を突き刺し食べたと言われます。ラジオかな、畜生。これ自体がなんだこれ。というかテーブル層に巻き込まれたテーブル層ってこれか。これが飛んでいく少年の人形、ブランコに乗って飛んでいく少年の人形で、こっちが鳥になった少女ってこと？こっか、動いてくれるか。古い映像がガタガタやると静かになる。行かなきゃダメですかね、これ。Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was
was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep, watching the late fiction show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Walter, are you there? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. I returned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. But she sensed the story might not be over yet. 話はこれで終わらないように思えた。ウォルターを探さなければならん。降りなきゃいけないのか。結構ウォルターはどこに行ったのかっていう話よね。The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... 時計の音がでも Someone at the door was dying to speak to young Barbara. 誰かバーバラと話したがって時計じゃなくて滑るか。At the door, she heard whispering. It was coming
from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. そうね、モリーの最後もそうだけど、やっぱり何かに食われるように終わったっていうことなのかな。最後の祝いとかも含めると、なんか聞こえた？これが誕生祝いみたいなやつなのもなんとなく理解ができるってことかな。バーバラのために作られたオルゴールの中に彼女の耳が見つかったか。ちょっと一旦ここで休憩しますか。なんだかんだ結構怖かったんだよ。もう俺ホラーゲームはダメですね。今後の実況者生活についてはちょっといろいろ考える必要がありそうな気がしてきたわ。はい、というわけでちょっと今日この後何かするかどうかは後で考えるとして、今回の放送はここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。失礼します。